今回のシリーズはグレバ、フルカヌス、そしてフルゴラを制覇し、ついに到達した最後の惑星凍てつくアクイロの攻略編です。ハクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が着陸直後から低温プラントを製造し、氷と燃料を永久生産して、何でも凍るアクイロで搬送ベルトも物流ロボットも一切使わない最低限の攻略方法を解説します。今回は輸入にロケット打ち上げが60回も必要なコンクリートをわずか4回の打ち上げだけで済ませて、アクイロの海から氷と固形燃料を無限生産していきます。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、アクイロで最初に何する？アクイロに降り立ったら、まずは建設ロボットをハンドクラフトします。まずインベントリを開いて飛行用ロボットフレームを廃棄スロットに移します。次に100個だけロボットフレームを取り出して、シフトキーを押しながら左クリックで建設ロボットをハンドクラフトします。これでぴったり100個の建設ロボットを作れるので便利です。建設ロボットが出来上がったら、アクイロ固有のエンティティであるリチウム氷の形成物をひたすら解体していきます。リチウム氷の形成物を解体すると、アクイロの海を埋め立てるための氷のプラットフォームや、アクイロでの発電に欠かせない水を生産するための氷、そして化学プラントの上位互換である低温プラントの材料となるリチウムを入手できます。アクイロでのロボットの電力消費量は他の惑星の5倍です。あっという間にパワーアーマーの電気がなくなってしまうので、このように小分けにして解体していくのがおすすめです。リチウム氷の形成物を回収しながら、ソーラーパネル、貯蔵タンク、化学プラント、インサーターや組み立て機さんなど必要なアイテムをハンドクラフトしておきます。ある程度資源の回収が進んだら、リモートビューを開いて島全体に広域電柱を張り巡らせます。シフトキーと左クリックを押しながらマップを動かすと、このように綺麗な網の目状に広域電柱を張り巡らせることができるので便利です。また海の上には自動で氷のプラットフォームが設置されるので手間いらずです。広域電柱の設置が終わったらヒートパイプを設置します。氷のタイルには設置できないのでコンクリートを設置する必要があります。ちなみに一度氷のプラットフォームとザラザラした氷の上に手でコンクリートを設置すると、以降は建設ロボットが自動で設置してくれるようになります。ヒートパイプの設置が終わったら熱交換器、蒸気タービンと地下パイプをそれぞれ10個設置します。アクイロではヒートパイプで温めないと設備を利用できません。このように原子炉を設置して核燃料棒を投入するとヒートパイプが加熱され、周囲1マスの範囲の氷が溶けていきます。蒸気タービンの近くにこのようにヒートパイプを設置することで蒸気タービンの凍結が解除され使えるようになります。チャプター2、80% 節電で水確保、原子力発電を建設。原子炉を温めている間にソーラーパネルを設置します。アクイロではソーラーパネルの発電力はなんとたったの600ワット。これはナウビスのわずか 1% の出力です。最初にこの少ない電力で水を作り、発電所の蒸気タービンを回し大きな電力を得ます。まず貯蔵タンクと化学プラントを設置し、レシピを氷の融解に変更します。次にヒートパイプを囲むように設置します。最後にエネルギー効率モジュールを2つ挿入すれば水工場の完成です。氷1つを溶かすのに3600ワットも必要ですので、エネルギー効率モジュールによって節電することで必要な電力が 80% もカットされて720ワットとなり、ソーラーパネルのわずかな電力でも氷を融解できます。ちなみにソーラーパネルは氷の融解が終わったら以降使うことはありません。
氷を投入してしばらく待つと氷が融解されます。貯蔵タンクと熱交換器を地下パイプでつなぐと蒸気タービンによる発電が始まります。これで一気に60メガワットもの電力を生産できるようになりました。化学プラントと貯蔵タンクをコピペして全部で4台構成にし氷を投入しておきます。また蒸気タービンを丸ごとコピーし上下を反転させて貼り付ければ発電所が完成です。これだけあれば100メガワットの発電ができるので赤色クリアまで十分な出力となります。ところで今回原子炉をこのように4つ並べてレイアウトしたので隣接ボーナスで出力は3倍です。よって核燃料棒1つから得られるエネルギーは3倍の24ギガジュールにもなります。これだけの熱量が生産できますので核燃料棒は12個もあれば序盤の立ち上げに必要なエネルギーを十分賄えます。これは赤色を素早く簡単に攻略するために欠かせないテクニックです。ところで皆さんは赤色に降り立った直後の熱源どう確保していますか？私のように最初から原子炉を持ち込んで一気に温める派ですか？それともまずは固形燃料と吸熱灯で暖を取りますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター3積みを絶対回避持ち込み必須の資源は赤色では鉄鉱石や石などの資源がありません。またソーラーパネルによる発電にも頼れません。なので準備不足で着陸すると赤色から脱出できなくなり積みます。そこでここで一度立ち止まって私の考える最小限の持ち込みアイテムを解説します。まずは完成品として持ち込むべきアイテムを解説します。まず原子炉4個核燃料棒20個吸熱灯10個と熱交換器10台蒸気タービン40台広域電柱50個そしてヒートパイプ1000個コンクリート200個です。電柱ソーラーパネルと蓄電池は温めなくても使えますがそれ以外の施設はヒートパイプで30度以上に温めないと使えません。温める必要のある施設を置くときは氷の上にコンクリートを敷かねばなりません。地面の氷が溶けるのを防ぐためだそうです。そして持ち込む資源の量を最小限にするために生産ボーナスのある鋳造炉とレンジプラントがあると便利です。現地でパイプ地下パイプやビーコンを作ることなどに使います。またモジュールもそれぞれ100個ずつ持っていきます。次は持ち込み必須の中間素材を解説します。まずロボットフレーム150個と電子基板2000個。これは建設ロボットのほか化学プラントなどのハンドクラフトに使います。次は鉄板1000個鋼材4000個と鉄の歯車1000個。これらはチェストやインサーターの材料として用います。鉄板と鋼材は他の惑星の攻略中に宇宙プラットフォームで作りためておけばロケットで打ち上げる必要はありません。さらに銅板1000枚と発電基板1000個です。これらはソーラーパネル組み立て機3やビーコンの材料として用います。そして鉄鉱石2000個鋼塊石50個石レンガ2000個です。これらは主にコンクリートの生産のために利用します。鋼塊石と鉄鉱石も宇宙プラットフォームで作りためておくとロケット打ち上げ回数を節約できます。最後は制御基板900個超電導体1000個とホルニウム板1000枚です。赤色でのみ生産できる強力な設備低温プラントの材料として必要です。またホルニウム板は低温プラントの材料となるリチウムの生産に必要です。他にもまだまだ必要なアイテムがありますが順次ご紹介していきます。アーマーに装着するモジュールは画面の通りでこれはブルカヌスやフルゴラと同じです。詳しくは概要欄からフルゴラ編をご覧ください。チャプター4コンクリを現地生産ロケット60回削減100メガワットの電気を使って
鉄筋コンクリートを作っていきます。まず鋳造炉と組み立て機3を設置して、レシピをコンクリートと鉄筋コンクリートに設定します。そしてパイプと地下パイプで熱交換器と接続し、水を流し込みます。さらに鋳造炉を2つ設置し、レシピをそれぞれ鉄筋、鋳造と鉄鉱石融解に変更して、3つの鋳造炉をパイプと地下パイプで接続します。最後にヒートパイプでこの工場をぐるっと囲んで、高速インサーター、ロングアームインサーターと鋼鉄製チェストを設置すれば、鉄筋コンクリート工場の完成です。一部凍っている設備がありますので、ヒートパイプで温めて溶かします。上のチェストには運んできた鉄鉱石と崩壊石を全て入れて、下のチェストには石レンガを入れるとコンクリートの生産が始まります。資源を有効に活用するため、鋳造炉には生産性モジュールを挿入しました。これだけ同時に鋳造炉を動かしても電気は余るほどあります。組み立て機に鋼材を投入すると鉄筋コンクリートの生産が始まります。鉄筋コンクリートの製造時間は10秒と長いので、生産速度モジュールを挿入しておきます。鉄筋コンクリートは低温プラントの生産にのみ使うので、鋼材100個分、全部で1000個の鉄筋コンクリートがあれば十分です。ちなみにアクイロではロケットサイロの生産も合わせると、コンクリートを全部で6000個ほど使いますが、ロケットには100個しか積載できません。なのでこれだけの量をアクイロに運び込むには60回ものロケット打ち上げが必要です。そのためコンクリートはこのように現地生産するとロケット打ち上げ回数を節約できます。石レンガ2000個で約6000個を超えるコンクリートを生産できます。石レンガはロケット1回の打ち上げで500個も運べるので、たった4回の打ち上げでロケット打ち上げ60回分以上のコンクリートを現地生産できるので、とても効率的です。これから多用するパイプと地下パイプは鋳造炉で作ると資源を節約できます。ハンドクラフトだと時間がかかるので、足りなくなったらこのように鉄筋のレシピを変更して作るのがおすすめです。チャプター5、低温プラントで氷を無限生産。発電の準備とコンクリートの生産体制が整いましたので、化学プラントの上位互換である低温プラントを製造します。まずは低温プラントの材料であるリチウム板を生産します。まずハンドクラフトした電気炉を4台設置します。電気は余るほどあるので生産性モジュール2個を挿入します。そしてリチウム鉱石を手で投入するとリチウムの生産が始まります。リチウムの生産が始まると低温プラントがアンロックされます。組み立て機を設置してレシピを低温プラントに変更し、鉄筋コンクリートとリチウムを回収して材料を組み立て機に投入すると低温プラントの生産が始まります。低温プラントの生産には時間がかかりますので、生産速度モジュールを挿入しておくと良いです。低温プラントが完成したら組み立て規模と回収して水工場の下に設置します。この辺りで最初に採集した氷がなくなり水不足になりますので、低温プラントで氷を無限生産します。まず低温プラントのレシピをアンモニア溶液の分離に変更してパイプと地下パイプを設置します。次に地下パイプとヒートパイプを海辺まで敷設します。最後にシフトキーを押しながら左クリックで組み上げポンプを設置すれば氷の無限生産工場が完成です。ロングアームインサーターをこのように設置してヒートパイプで低温プラントを温めると氷の生産が始まります。このままだと副産物のアンモニアで低温プラントが詰まってしまいますので、貯蔵タンクを4つ設置して今後燃料としても活用するアンモニアを作りためておきます。また水不足で停電になってしまうと再起動するのは困難ですので、生産速度モジュールを挿入して生産スピードをアップさせ
水も作りためておきます。ちなみに低温プラントは製作速度が化学プラントの2倍、モジュールスロットはなんと8個という代物です。生産性モジュールや品質モジュールを満載できるので、メガベース建設などに欠かせないアイテムです。今回は無限に湧き出るアンモニア製溶液が材料なので、エネルギー効率モジュール6個、生産速度モジュール2個を挿入することで最大限の節電を図ります。氷の排出が間に合っていないので、高速インサーターと鋼鉄製チェストを増設しておきます。チャプター6、余った氷をプラットフォームにして処分。アンモニアの分解を始めると、あっという間にチェストは氷でいっぱいになってしまいます。この氷を処分するためにも、悪色の狭い土地を広げるための氷のプラットフォームを製造します。まず組み立て機3を設置して、レシピを氷のプラットフォームに変更し、パイプラインを接続します。次に高速インサーター、ロングアームインサーターと鋼鉄製チェストをこのように設置すれば完成です。ヒートパイプを敷設してアイテムを温めると、氷のプラットフォームの生産が始まります。氷のプラットフォームは製造時間が30秒と長いので、生産速度モジュール4つを挿入しておきます。ここで作ったレイアウトをコピーして H キーで左右反転させて貼り付け、生産量を2倍にします。氷のプラットフォームの材料は氷50個とアンモニア400です。一方、アンモニア溶液の分離で氷を50個製造するとアンモニアが500生産されるので、差し引き100のアンモニアが残ることになります。悪色では氷は余る素材なので、氷のプラットフォームに作り変えて消費していくことが攻略の鍵を握ります。氷のプラットフォームの生産速度をさらにアップさせるためにビーコンを設置します。まず電磁プラントを設置してレシピを導線に変更し、導線を製造します。次にレシピをビーコンに変更し、材料を投入して導線がなくなるまでビーコンを製造します。最後に電磁プラントごとビーコンを回収してこのように設置し、生産速度モジュールを2つ挿入します。これで大量の氷を処分できるだけでなく、後に氷のプラットフォーム不足で困ることがなくなります。チャプター7、アンモニアから固形燃料を無限生産。アンモニア溶液の分離によってアンモニアでタンクがいっぱいになってしまいましたので、固形燃料にして消費していきます。事前に作り置きしておいたコンクリートを回収しに行きます。すでに2000個近くありました。それでは建設を始めます。まず吸熱塔3台と低温プラントを設置し、高速インサーターでつなぎます。今回はモジュール挿入の手間を省くため、設置済みの低温プラントをコピペして設置しました。これをコピーして H キーで左右反転させて貼り付けます。次にレシピを固形燃料アンモニアに変更し、パイプラインを接続します。最後に原油の上にポンプジャックを設置してパイプラインを敷設すれば固形燃料工場の完成です。ヒートパイプをパイプやポンプジャックなどそれぞれの施設に隣接させるように敷設します。施設が温まると固形燃料の生産が始まり、吸熱塔に自動投入されます。これでもう核燃料棒に頼らずとも工場全体に吸熱し、その熱によって発電できるようになります。吸熱塔を温めすぎて固形燃料を無駄遣いするとアンモニアが足りなくなってしまいますので、ちょっとした回路設定を行います。この回路設定について詳しくはグレバ編をご覧ください。概要欄よりご視聴いただけるようにしております。今回はインサーターに非小なり990と設定をしたので、吸熱塔の温度が990度になるとインサーターが止まって固形燃料の供給がストップされます。固形燃料はこの後フルオロケトンという素材を生産するために100個ほど使いますので、
鋼鉄製チェストとインサーターを設置しておきます。固形燃料の作りすぎを防止するために鋼鉄製チェストにはインベントリのスロット制限をかけておきました。固形燃料の生産速度が遅いのでビーコンをコピペして生産速度を上げておきました。次回の動画ではロケット打ち上げに必要なロケット燃料を無限に製造するレイアウトや素材数が多すぎてこんがらがりがちな低温サイエンスパック工場をすっきり仕上げるテクニックを解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。